はい、こんにちは。上公園店のトミーです。上岩店のウエンツと申します。初めて2人でやるね。初めてですね。じゃあちょっと早速行ってみようかな。はい、さて問題です。この2台の共通点は何でしょう。共通点。すごい貯めたけど大した、割と分かりやすいかな。トミーさんといえばやっぱシングルスピードですかね。はい、ギアがついてない。まず正解ですが、なんか共通点があります。それ以外にも共通点だとこれだ。フリーギアですね。正解です。今日はフリーギアについてちょっと話していこうかなと思って、今まで固定ギアの楽しさとかハウトゥートリックとかを通していろいろお話しさせてもらってると思うんですけど、シングルフリー、ギアが1枚でこのシャーってなるバイクについて、なんでそれにするのってギアあった方が調子良くないみたいな、多分いろいろあると思うんですけど、そういうのについて話していこうかなと思います。お願いします。お願いします。これってここについてコグってパートなんですけど、固定ギアにするんだったら固定ギア用の歯車があって、それをくっつけると後ろに回したらシャリも後ろに回るみたいな感じになるんですけど、実はもうフレーム自体はフリーギアと固定ギアって共通なんで、この今上ちゃんが持ってるこれだけフリーギアっていうパーツだけ変えればどっちでもいけるっていう。そうですね。フリーギアの刃を選ぶか固定ギアの刃を選ぶかでそれは選べるので、基本フレームはね、フレームは基本的にはどっちでも組めるやつがほとんど。シングルフリーのメリットとしては故障するところが極端に少ないですね。そうですね。やっぱギアがついてるバイクよりも自分の足の動かしがスピードに直結するっていうイメージがありますよね。確かにそれはすごくあるかも。あとは僕昔思ってたんですけど、ピストでフリーギアいけてないみたいな風潮あるじゃん。それって組み方とかで全然違うし、やっぱりそのフリーギアのメリット、壊れにくいとかもあるんですけど、やっぱ楽なんですよね。街乗り、5キロとか10キロぐらいで乗る人だったらやっぱギア付きのバイクよりシングルの方がおすすめというか、実際我々も普段使い乗ってるし。こいつはちょいちょい露出があるんで何度か見たことある車体かなと思うんですけど、ロープロで街中乗ってるワッツやアフィニティとかね。ワッツやアフィニティとかあるけど、こいつ本当に 7,8 年ずっと乗ってるんですよ。いい意味でもう飽きて、ピストで乗るのに固定ギアに飽きて固定ギアに飽きて、こういう人聞きが悪いかもしれないけど飽きたんです。で飽きた結果どうしようかなってなった時にフリーギア一回やってみようかなっていうのでやってみたっていうのがあって、でそうするとやっぱピストっぽい見た目だと自分的にも違うなと思ったんで、カゴつけてみてとかハンドル変えてみてとかやってみて、でそしたらいい感じの収まりになって、これ俺正解臭いかもと思ったのが、ビデオグラファーのテリー・バレントセンっていう人がいるんですけど、ニューヨークに。その人が同じロープロ乗ってて、ガンガンフリーギアで乗ってるんですよ。あれかっこいいっすね。あれ超かっこいいっすね彼日本で組んでくれたんですよね、そのロープロで。ロープロまさかの私がね、日本でそのロープロを組む条件というか、なんで日本で組んだかっていうと、日本のロープロって前後ブレーキがきちんとつく仕様になってるじゃないですか。で彼はフリーギアで組みたくて、だからこそブレーキがしっかりつくフレームを同じロープロでも日本仕様のやつを選びたいって言ってくれて、それが、っていう経緯がありましたよね。そうめっちゃグッときた。だから俺ロープロフリーにしてよかったなと思った。たまにめっちゃ固定で乗りたくなるけど、固定ギアっていい緊張感があるじゃないですか。確かにゾーン入る感じね。その緊張感がフリーギアってやっぱないですよね。ない。こっちは
そういう経緯でフリーギアにした車体です。トミーさんのママチャリですね、じゃあ。そう、これは僕のママチャリでもう1台ある、こっちはマッシュスチールですね。こっちはこっちで同じフリーギアでも全然テイストを変えててというか、ちょっとニュアンスの違うフリーギアですね。ニュアンスがね全然違うんですよ。っていうのもまあ昨今のグラベルバイクブームというか、あるじゃん。もうめちゃくちゃ言いますもんね。めちゃめちゃ言うじゃん。グラベルバイクっていう単語。もうその前にあったのがやっぱそのシクロクロスとかっていうレースなんですけど、オフロード走るレースとかがなんかもうちょっと前にこうガッと来てた時があって、その中でも SSCX って言ってシングルスピードのシクロクロス、シングルスピードでオフロード走るっていう、なんか割とまあぶっ飛びめなジャンルがあって、なんか男らしいなみたいな、かっこいいなと思って、なんかそのオフロードのレースにシングルで出ちゃうその潔さみたいなのがいいなと思って、僕はまずそれに憧れというか、かっけえじゃんっていうのがあってシングルフリーにしたんですけど、まあそうするとレースに出てみたりだとか、まあ、どっかこういう太いタイヤが入るマッシュスチールなんで遊びに行きやすいから、なんかそれにこうどんどん寄せていった感じの、なんだろう、さっきはこっちは日常使いのバイクって言いましたけど、こっちはもっとこうプレイバイクっぽい、これ割とこういうちょっと遊び的なバイク、それこそレース出るとかのバイクにも、このママチャリ的なシティバイクにも言えることなんですけど、ある程度この前のギアの数と後ろのギアの数のギア比っていう、自分の好みのギア比が分かってくると、確かにシングルでもそれこそレースで、それこそ普通の CX のレース、ギア付きのバイクが並んでるレースで1人だけシングルが普通に混ざってたりとかで、まあ街乗りでも意外とよく言われるのがあれですよね、坂きつくないんですかっていう。そうね、それは確かに意外ときつくないっていう。意外ときつくない、なんでそのレースにも街乗りにも共通しているのが、このギア比っていうのが結構大事で、それがまあ街乗りだったらちょっと軽めとか、シクロクロスのレース出るんだったらバッチリ自分の好みのギア比出してあげる、ってやってあげるとシングルギアでもまあ全然乗れちゃうというか。結局この前割る後ろの割り算なんで、なんかそれでギアの比率を変えられるんですけど、その住んでる地域とか、僕が割とまあ僕ここの代々木公園店で働いてるんで、ちょっとアップダウンが少しあるんですけど、それに合わせてちょい軽めとかできるので、逆にね、平地でめちゃくちゃスピード出したい場合はめちゃめちゃスピード出してギア比を重くしてあげると、か坂はめちゃくちゃきついけどめっちゃスピードは出せるギアも作れたりとか。あとやっぱり乗り物好きとしてちょっと言っていいですか。音がやっぱり乗り物好きとしてはテンション上がる要素なわけなんですよ。上げたい。そう、やっぱ乗るんだったらなんかわーとかなんかシャーとか鳴ってた方が気持ちも上がると思うんですよ。車とかバイクも多分バーッとこう感じだって、今日代々木来るときに後ろからトミーさん来たわって分かりますよね。これでトミーさん来たわって、いやーみたいな。これね、シマノとか、これはホワイトインダストリーなんですけど、なんかメーカーによっていろいろ特色が違くて、シマノはちょっと値段も優しめでね、いいんですけど、この中に入ってるギザギザ爪が引っかかる数が多ければ多いほど分かりやすくうるさいですね。急になんかコグのパーツの話とかし始めちゃって、持ってるとね回しちゃうこっちとかも本当レースパーツなんで、マジで刻みがホワイトインダストリーズの倍以上あるみたいなやつなんで、本当にうるさいんですけど、そのフリーギアの音っていうのが魅力の一つですよね実は、好きな人にとっては。僕が今紹介したのは本当にキュンキュンなトラックバイクたちなんですけど、最近で言うと個人的にめちゃめちゃ熱いなと思ったのが、リベンデルが昔あったクイックビームの復刻みたいな感じで、フランク・ジョーンズ、リベンデルも
シングルスピード作るんだみたいな。そっから僕クイックビームとかその昔のあれ知ったんで、上ちゃんもフランク・ジョーンズ持ってたと思うけど、あれはあれでね、あれかっこいいです。あれはちょっと特殊ですけどね、その固定ギアでピストとして組むっていうバイクではないので、そもそももうシングルギア、シングルフリーで、街を流すエブリデイバイクとして組む、ちょっとそういう特殊な例もありますし、逆に言うとやっぱこのフレームは固定で組んだ方がかっこいいよなっていうフレームももちろん中にはありますし、けど基本的にはなんかその固定だからかっこいいとか、シングルフリーだから逆にかっこいいとかっていう縛りはあんまないんだよっていう。そうですね、あと最近だとクラスト、そうですね、ブレーカーウェイ、ブレーカーウェイあれもねあれも結構しびれる系で、あれこそどっちで組んでもかっこいいバイクですよね、確かに。なんかブレーカーウェイっていうクラストのライトニングボルトっていう車種があるんですけど、フレームがこうパカってこう分けられてこうトラベルバイクみたいな感じになる自転車があって、それが結構尖ってて 650B でトラックエンドで、だからもうピストになるみたいなシングルスピードのフレームで、でもなんかもう新ジャンルですよね。新ジャンル。あとそれこそ僕サンフランシスコに行った時にマッシュのが企画したライドみたいなのがあって、それがラファと協賛で、ラファのサンフランシスコとマッシュがチャズを中心にちょっとライドイベントやろうみたいになって、で俺と友達と2人で、その時は2人ともピストだったのかな、で行ってて、でそれに参加しようって言って、みんな続々と店の前に集まってくるんですけど、もちろん友達の若い子とかは全員ピストで来てて、おみたいな。したらなんか普通におじさんとか、おばさんみたいな人たちも来て、みたいな。すげえ。なんかそれこそカゴついた昔のトレック、こうそれこそ352みたいなハンドルで組んでる人も来て、でサスペンションついて、それこそデラックスのオーナーも来たんですよ。ウィリスもチタンのマウンテンバイクで来て、でギークハウスのグラベルバイクも来て、マジで車種ごちゃごちゃじゃんと思って、なんかそういうライドってかっこいいなと思って、マッシュが企画するからトラックバイクのライドだよっていうわけではなくて、もちろんそういう回もあるとは思うんだけど、なんかマッシュがラファと楽しいライドするらしいっつったら、みんな自分の好きなバイク、めっちゃいい。もちろんシングルフリーもいるし、固定ギアもいるし、マウンテンバイクもロードバイクもいるみたいな、そうやってみんなで固定ギアで走るとかじゃなくて、単純に自転車としてそういう隔たりなく楽しめるのがマッシュすげえな。すごいね。確かにそれを聞いたらめちゃくちゃ熱いな。それこそピストバイクが好きで、もうそれしか頭になくてサンフランシスコ行ったのに、なんか帰ってきたら、確かにそれは確かにあるかもしれない。そうだから実際俺がすごい好きなトラックバイクのカルチャーの人たちって意外と柔軟というか、そうね、だからなんかそのフェーズに自分入れたんじゃねと思って、このシングルフリーにハマったというか乗り始めた時に結構嬉しくなって、なんかそういう話を去年ぐらいかな、多分上ちゃんにして、そしたらなんかその話 しにがてらなんか多摩川行きませんみたいになって、ライド行こうみたいな、ライド行ってみたいなのがなんか去年の年末かちょろっとなんかランキングみたいなやつで出した写真のあれなんですけど、シングルスピードライドみたいなとかやったり、ああいう波がね広がっていくといいですね。僕の中でもその自転車にテーマみたいなのがあって、実際そうなんだけども、ガンガンチャリ乗ってたトラックバイクライダーがなんか何年後かにちゃんとなんかまだあの頃のあいつフレーム乗ってんじゃんみたいな。すげえわかる。それはだから本当マッシュとかマカフラワの昔のメンバーが今どうせピスト乗ってんだろうなと思ってこうインスタとか見てると、あの頃乗ってたフレームでこういうハンドルついて、ちょっと組み方変わってて、組み方変わって、うわあの時のチャリ乗ってみたいになると、はーってなんのと同じで、なんかずっと連れ添ってるチャリだから組み組もうみたいな。いいですよね。その今の自分の生活とかに合った組み方にこう徐々に変えていくっていうのはすごいいい、かっこいい乗り方だなと思う。自転車ってもう道具で、ね、移動手段だから、なんかかっこつけまくってバキバキに組んでなくなっちゃうというよりかは、やっぱその自分の使い方にこう合わせてずっと付き合っていくのがかっこいいかなと思うんで、それがいいよね。
じゃあ今日はうん同期2人でお送りしたんですけど、実はねそう実はね、そうでもはいこのままね話しすぎちゃうと本当に今昼なんですけど、多分おやつの時間ぐらいになっちゃうので、うんお腹減ってきちゃう、まあお腹減ってきちゃうから、もう今日はこの辺で、また次回なん何かあればかこういうね話できたらいいなちょっと思うんで、とやりたいですね、はいまた何か。確かに。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。